多分原因は国会議事堂でしょうね。で、診断結果として心不全と、都心にある、某高層ビル群です。要するに人柱というか、生贄というか、これが不病の通過儀礼なんですよ。こんにちは、新海月里奈です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回も前回に引き続き、不病についてのお話なんですが、その前に、最近私が対面鑑定で、使用しているオラクルカードを一つご紹介したいと思います。こちらのオラクルカードなんですが、これは、シャーマンズドリームといって、シャーマンたちが夢の中で、受け取ったメッセージを絵に落とし込んだカードで、これを引くことによって自分が今、どんな環境に置かれて、どういう状態なのか、そしてどういう選択行動をすべきなのか、この自己を知る自己認識と意思決定づけのガイドをしてくれるカードなんですね。結構私の対面鑑定でこのオラクルカードが重宝していて、私の使い方を一つご紹介すると、ご相談者の相談をまず普通の大小あるかな78枚のタロットカードで一通りリーディングし終わった後に、このシャーマンズドリームのオラクルカードを、ご相談者に1枚引いてもらって、それでまとめのガイドとして締めくくりに使ってるんですね。で、カードの絵がこのように、繊細かつソフトタッチで色合いがとても綺麗なので、いろいろインスピレーションが湧いて出てきますし、深く考察することもできるんですね。こんな感じです。例えばこちらの54番、ザ・クロッシングというカードはイニシエーションっていう意味を持っていて、通過儀礼ですね。このように光のゲートが描かれているんですけども、ここの扉に行くまでは両端崖っぷちの架け橋なんですよ。たどり着くまで、危険で渡るにはすごく勇気がいります。扉の向こうは、自分を招い入れてくれるかのように明るく光り輝いています。次の行く手はもうこの光の扉しかないわけで、扉を開けるには、避けても通れない道として通過儀礼を絵で表してるんですよね。またこちらの10番、ディープダイバーダイビング、イントゥアタスクは深海のように深く探求するというふうに私は捉えていて、まさに私の名前深海月のコンセプトなんですよ。深海月という名前は、自分でつけたんですけども、上から降ってきた言葉が深海の月だったので、深海を照らす月で深海月と自分で名付けました。これは深く追求探求するという意味でもあるし、鑑定にちなんで深くリーディングするという意味でもあるんです。こんな風にですね、自分にしっくりくるカードを見つけるのもオラクルカードの、醍醐味です。このオラクルカードはシャーマンズドリームは、Amazon でも入手できますので、ご興味のある方はこの画面の QR コードか動画概要欄から、チェックしてみてください。では本題に入ります。今回は前回に引き続き不病の話なんですが、私の動画を見て、不病についてご相談に来られる方が最近本当増えたんですよね。電話やチャットのオンライン鑑定もそうなんですが、対面鑑定でも結構遠方からお越しくださる方がいらっしゃってるんです。鑑定に来てくださった方、本当にありがとうございます。私のこの不病という経験学びを同じように、不病に困っている方に届けて、少しでも不病の生きづらさを緩和していただければと思っています。で、私のところに不病でご相談にいらっしゃる方は本当に、霊感体質の方なんですよ。本物というか、もうそれは会った瞬間にわかります。不病についてご存知でない方は、過去の動画セッション24で、詳しく説明しておりますので、ぜひそちらをご覧いただければと思うんですが、霊感ってそこにある空気感とか空気のよどみとか波長波動エネルギ
みたいな電波みたいな感覚を感じる感覚なんですよね。よく顔色を伺うっていうじゃないですか。あんな感じで、その時その場で、状況を伺うっていうのが霊感です。感じる感覚とか感じる違和感で、その場にいる人の感情だったり邪心だったり思いだったり気持ちっていうのを体で感じて読み取るんですね。時には物理的に離れた人の思念も読み取ることもあります。また何も近くになくても霊感というのは感じるんですね。場合によっては今生きてない人の思いや念もキャッチすることもありますし、霊感は時空間を超えて波動波長エネルギーという情報をキャッチする感覚なんです。その霊感を感じるセンサがこの髪の生え際から2、3センチ後ろの耳の上、外縁というツボで感じ取ってるんですよ。五感の感覚のように全身で感じることもあるんですが、特にこの眼縁あたりが一番感度が高い部分です。アンテナというか、受信した時はこの眼縁あたりの頭皮がピキピキって動きます。で、自分で自由自在にこの霊感をスイッチでつけたり切ったりできればいいんですけど、五感と同じように常時感知してるんです。例えば収穫の匂いって止められないですよね。ご飯時に隣の家の換気扇から夕飯の支度の匂いがしてくるのってもう意識してなくても漂ってきますし、漂ってくれば自然と匂いますし、あと音もそうですよね。防音室とかに入らない限り音が鳴ればその時点で音が入ってくるじゃないですか。止められないですよね。そんな感じで霊感も急に感じるものなんです。何もなければ、感じないですし、で耳を立てるというか意図して鼻を近づけて匂いを嗅ぐように霊感も眼縁に意識を集中すれば霊視やチャネリングのような意図した戦術にもなるんです。なのである程度は自分で制御はできるんですが、強烈な大きな音だったり強烈な異臭だと耳を塞いでも鼻を塞いでも感知してしまうように、強烈な波動エネルギーを感じた時はもう霊感を持っていかれるようなことになるんですよね。こんな説明でなんとなく霊感の性質が論理的にご理解いただけたでしょうかね。で、霊感体質の体っていうのは波動波長エネルギーを敏感に感じ取れてしまうので、不特定多数の人が集まるような環境はもう人の気持ち以外に欲や邪心、エゴといった負のエネルギーがもうてんこ盛りな環境になるので、そういった波長を体で吸い取ってしまうので、もう体が重くなって辛くなるんですよ。特に満員電車なんかそうですね、もう息苦しくなって息ができないと言ってもいいです。そういう辛さの症状が病気でも障害者でもないので、人に理解してもらえないんですよ。まして霊感が強いなんて言ったら、それこそこの人頭がおかしいって思われるのはこっちですし、ある意味LGBTQ の人たちのように人に言うこと、カミングアウトすることが抵抗あるんですよね。言えないっていうか。だから一人孤独に悩むという展開にもなるんですが、このように霊感体質で、何に一番困るかっていうと仕事なんですよ。電車も人が多くて乗れない、会社も人の邪心を感じてしまうから無理ではもう絶対働けないじゃないですか。電車については乗らなきゃいけない時もあるので、そういう時はもう100歩譲って一駅や短時間ならまだ乗れるっていう感じです。長時間乗車するような時はもうほんと普通の平日で、通勤時間を避けて乗るように対策を取るんです。あとは盆と正月ですね。帰省ラッシュにはもう電車になんか乗らないです。あとそもそもどこに行っても混むので、そもそも出かけないです。週末どころか平日でさえ家を出たくないんです。引きこもり同然なんですけど、これ引きこもりではないんですよね。食料を買いに近所のスーパーはそのぐらいは毎日買い物に行きますし、町内のボランティア活動もやってますし、ただそう見ると行動範囲がもう住んでる土地の近所でしかないんですよね。
デパートも近所ですし、もうすべてが、近所で、ことを済ますので、もうサザエさんですよ。どうしても長距離の電車に乗らないといけないときは、節約状況でも自分の体重のために無理してグリーン車を選びます。これは先日、対面鑑定に来られた方も、私も同じですとおっしゃってました。やっぱり、不病の方たちは、本当に生活に苦労しているんだなと思いました。で、過去一私が息苦しく感じた場所っていうのが、東京メトロの有楽町線です。特に永田町あたりはもう息苦しいです。多分原因は国会議事堂でしょうね。都心は男と女と金の邪心で渦巻いてますから、そこに霊感体質の人がもう行こうもんなら、負のエネルギーを一気に吸い込んでしまうので、調子が狂ってしまうのは仕方がないというか、波動波長エネルギーを調整するにはもう自然現象なんです。でも困ったことに、そういう負のエネルギーが集まっているところに、霊感体質の不病の人たちがどうしても必然的に呼ばれてしまうんですよ。なぜなら、厄払いや土地を清めるために、目に見えない領域、力で呼ばれてしまうんですね。負のエネルギーも波長波動も、目に見えないもので、五感のように体で感じるものです。私たち霊感体質の不病の体はもう霊性的な波長波動エネルギーをキャッチするセンサーが体についていて、先ほど言ったようにまず一番最初に耳の上の、眼縁あたりが感じます。来たなって感じるんですよ。で、今度は耳の下に違和感が下がってきて、次に肩周り、そして背筋へとゾワゾワっと寒気がしてくるんですね。で、上半身全身が違和感に包まれて、最終的にその違和感が何なのか集中して向き合っていくと、違和感がまとまってきて、どんな波長波動なのか、何のエネルギーなのか分かってくるんですよ。多少タイムラグがある時がありますけど、場合によっては一瞬で判断できる時もあります。で、そんな霊感体質の人がいざ仕事をするとなると、その職場にいるいろんな人の欲やエゴ、邪心という波動波長エネルギーを見境なくこの体でキャッチしてしまって大変なわけです。仕事にありつくまでは意外と簡単に見つかるんです。案外簡単に仕事が見つかって、場合によっては自分の能力以上の会社に採用されたりするので、そこまでは不思議なくらいスムーズな展開なんですよ。でも、働く段階になると、その職場の波動波長エネルギーに振り回されたり、負のエネルギーを体で受けてしまったりして、会社に行こうとすると、体が拒否したり、頭痛がしたり、あらゆる体調崩れが起きるんですね。単なる精神的なものでもなくて、自分の体調不良以外に、自分の直上司が急に倒れるんですよ。人によっていろんなケースはあると思うんですけど、私のケースで言うと、自分の直上司が、急に倒れるというパターンが、過去2件ありました。で、その直上司は、どちらも30代後半で、体力的には十分、若い方なんですが、私が入社して2ヶ月ほどぐらい経った時に、いきなり倒れたんですね。急に呼吸困難になったり、高熱が出たり、会社を休んで病院に行くことになるんですよ。で、その上司はこれまで健康体だったのが、急に息切れして倒れるもんですから、初めは原因不明で、その流れで精密検査を受けることになるんですね。で、診断結果として、心不全と、診断されて、そこから半年以上入院することになるんです。すると、その上司の仕事が、どっさり部下の私のところに降ってくるわけですよ。入社したばかりなのに、本来私が関わるはずのない上層の人と接点を持ったり、関わるはずのない取引先と接点を持ったりして、あれよあれよと私の環境もその職場の状況もガラガラ変わっていくんですよね。当然ですよね。上司という中間管理職の人が一人急に抜ければ、その上司に関わっている人や取引先もその変化に対応しようとして、関係者全体で調整しようとしますからね。
するといろんなやりとりとか調整事が私を中心に発生するので、もうそこで私がエネルギーの交換のポジションになってるわけですよ。で、こうして知らず知らずのうちに無意識にその環境を浄化してるというか、厄払いをしてるわけです。実際は業務をこなす行動をしてるんですけど、目に見えない領域では私はある組織の上層トップの厄払いをしているんですね。そういうことが過去に2件ありました。どちらも違う会社なんですが、なぜか同じ町の同じ区画の隣り合わせの高層ビルだったんです。だからその区画というか、その土地のエネルギーが滞ってたんでしょうね。都心にある、某高層ビル群です。高層ビルに入るような会社は大きい会社ばかりですし、そういった場所には人の欲やエゴが渦巻いていて、どうしても負のエネルギーが滞ってしまうんですよね。で、波動波長エネルギーの調整のために、不病の私たちは呼ばれていくんです。で、私たちが行くと、その土地の負のエネルギーをこの体で受け取ってしまって、受けるからには自分で浄化しなければいけなくって、だからブロック対策とか浄化とかセルフメンテが私たちには必要なんですね。もちろんそういう土地に呼ばれても行かないという手段もあるんですが、そうすると仕事にありつけなくなるという窮地に追い込まれて、結果最終的には在宅ワーク一択で選ぶか、あるいは電話チャットでできる占い師という選択肢がそこから出てくるんですよね。話を戻しますが、過去2件あった直上司が倒れるという件は、どちらも入院して治療して、最終的には完治するんですが、その上司っていうのは悪い人でも何でもないんですけど、その土地の負のエネルギーを代表して背負う使命を持った人なんですよね。要するに人柱というか生贄というか、そういう役割使命を持ってるんですよ。命こそは捧げてないんですが、そこで私が言ってなければ、もしかすると本当に誰かが犠牲になっていた気がしています。その土地で厄払いを終えると、つまり、上司が無事退院して、復帰すると、これもまた不思議で、今度は私がその会社を辞めるという、事態が起きるんですね。例えば、別の人から私がパワハラを受けるようになって、私が自ら、会社を辞めることになるとか、あるいは新しい上司の不祥事を私がこっそり発見してしまって、呆れた私が自ら辞めるとか、不祥事を発見したからって、追求するとか、内部告発するとか、そういう、モチベーションは私は鼻からないんですよ。すぐに見切って自分から辞めます。なんといってもそのタイミングでこの私にもうこの会社で関わる必要はないという変な確信が生まれるんですよね。厄払いのプロセス的にだと思います。もう最後の身を引くタイミングというか、もともと会社で働くことが不病によって苦痛なわけですから、たとえいい会社に勤めていても大したモチベーションがないわけです。不病によって嫌なことがあればすぐに辞める覚悟は初めからあるんですよね。会社には失礼ですけど、生活収入さえ入ればそれで目的を果たせるので、出世したいという欲がないんですよ。だから上の人にごますったり太鼓持ちをすることも媚びを売ることもないんですけど、そういう意味で嫌われたりもするんですが、いろいろひっくるめて会社で働くことが何より不病にとっては苦痛で、生きづらいこと以外なくて、霊感体質の私たちには、年増すごとに会社勤めが本当に絶対無理になってくるんですよ。自分の霊感体質が障壁なら、いっそこれを才能として占い師になった方がマシという判断に、たどり着くわけですね。霊視やチャネリングを戦術にしている占い師の先生って、占い師になる本当の一番のきっかけというか、動機って、占い師になりたくてなってる人ってほとんどいないと思います。もちろんなってからは、すごく天職だと思って占い師になって本当良かったと、思うんですけど、初めの発端は占い師になる発想もまずないような環境にいるはずなんですよね。
なぜなら、もともと自分の霊感を厄介なものだと認識しているので、そんな厄介なものを生かすという発想までまず至らないんですよ。なんとか隠しながら普通に働こうと思って頑張って一般社会で働くんですが、結局霊感のせいでうまくいかないから最終的に占い師になるしかなくって、究極に追い込まれて占い師になるっていう先生の方が圧倒的に多いと思います。なぜって霊性が高いからこそ、一般社会に浄化とか厄払いとかに呼ばれて振り回される時期っていうのが必ずあるんです。振り回されることで人の気持ちや感情、邪心をこの体で、学ぶ必要があるんですよね。そして自分の身をもって負のエネルギーを体で受ける体感が通過儀礼になるってところがあるんですよ。やっぱり悪を知らないと悪より強力なパワーを持って対峙できないからです。これが不病の通過儀礼なんですよ。そのために私も大病を患って左胸を全摘してます。その儀礼は不病にとっては非常に辛くて、避けがたい境遇なんですが、自分の使命をこなして、そしてさらに次の使命にありつくには、この通過儀礼は必須の科目になってるんですね。このように霊感体質の不病の人が一番の悩みは仕事なんです。だから私はその霊感こそを才能にして占い師になることを悩まれている方に、提案したいと思っています。もちろん本当に不病で悩んでいる方ならです。興味本位で占い師になりたいとか、チャネリングができるようになりたいという方ではなくて、そもそも霊感を持っていて、その霊感のせいで一般の仕事で支障が出るようなら、もうそれは占い師になることをお勧めします。このまま普通の仕事をして長く続くか続かないか、年増すごとに心配することの方がもっと不安なことに早く気づいてほしいと思います。そのあなたの資質才能を仕事にしましょう。霊感のレベルも個人差がありますし、調子のいい人、悪い日があるでしょうから、そういう時はタロットカードを使って、霊感と合わせて総評してリーディングされることが良いと思います。戦術としては霊感タロットだったり、スピリチュアルカードリーディングになるかと思います。タロットカードの使い方、リーディングの仕方、スピリチュアルリーディングのやり方は私のこのチャンネルセッション1から29までの動画で全て無料で公開しております。ぜひそちらをご活用いただければと思います。そこで皆さん、私なんかに占い師ができますかねとおっしゃるんですが、もう私のところにご相談にいらしている段階で霊感はあります。私とご縁があるんですから間違いないです。もし不安なら私の動画を片っ端から見て、セッション1から一つ一つ見ていただければ、タロットカードのみならず最後はチャネリングも身につく、動画になっています。すべて無料で公開していますから、好きな時間に好きな場所でご覧になってください。いつかきっとご自身でご相談者を鑑定する日が来ると思います。そんな日を私も応援しております。私たちの身の回りには常に目に見えない力や目に見えないものが存在しています。それは高次元が私たちの日常の生活の中に溶け込まれていて、私たちの人間関係を司り、相関関係や出来事までも司っているからです。この高次元で一体何が行われているのか、また高次元につながるロジックについては、こちらの本で詳しく説明しております。この本は私の覚醒体験と覚醒した意味と理由について徹底的に私自身の自己内面と向き合い探求追求した結果報告書です。ご興味のある方はお手に取っていただけると嬉しいです。いかがでしたでしょうか。今回は前回に引き続き不病の生きづらさについてお話ししてまいりました。皆さんも霊感体質でお困りなことがあったり、不病で経験した儀礼らしき体験などがございましたら、ぜひコメントで共有していただければと思います。必ず返答させていただきます。またチャンネル登録といいねボタンも押していただけると嬉しいです。それから鑑定も受けたまっております。ご希望の方は動画の詳細鑑定はこちらからご依頼ください。平日は日中と夜、土日祝日は不定期で鑑定予約を受け付けております。それから対面鑑定も受けたまっております。
場所は JR 藤沢駅徒歩1分、湘南藤沢オーパー4階、マリーフォーチュンさんのブースをお借りしての出演となります。お近くの方、また湘南までお越しの方はぜひお立ち寄りいただけると嬉しいです。皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。